神戸です。フィギエモンです。来月3月22日から28日のストックホルムでのフィギュア世界選手権2021は無観客での開催が決まったというニュースが流れてきました。無観客っていうのは予想していたものの、せっかく世界のトップ選手がオリンピックプレシーズンで渾身の演技をするというのに、ちょっとね寂しいなっていうふうに思いつつ、中止にならなかっただけでもちょっと嬉しいななんて思ったりもしています。でもそんなのんきなことを言ってられません。開催が決まったっていうことは、戦いはもう始まったっていうことになります。このチャンネルフィギエモンの地球儀では、本格的に羽生結弦選手の世界選手権勝利を手にするための戦略を、国家の威信をかけて金メダル獲得に命を懸けていた旧ソ連時代の戦略をもとにヒントを探っていきます。ということで、今日は題して2021年世界選手権ストックホルムでの勝利への戦略、旧ソ連からの秘策というテーマでお送りしていきます。今日はテーマに合わせてランのお花を買ってきました。いかがですか？こちらですね。先日のスイートピーとは違って咲き誇る艶やかさは勝利への道を示してくれているようです。今日は本気ですよ。おはにゅう朝ラジオとはわけが違いますおはにゅう朝ラジオでは、視聴者の皆様が気分が上がることを目的として作っていますので、遊びの部分がね多いんですよね。でもこの動画は羽生結弦選手が世界選手権で勝つために必要なことを、私の知識とひらめきで命をかけて作っていきますので、ぜひ楽しんで最後まで見ていただければと思います。こんな感じで、このチャンネルでは羽生結弦選手やフィギュアスケートに関する話題を様々な方向性からフィギエモン独自の視点で動画を作っています。コアな羽生結弦ファンだけでなく、フィギュアスケートがテレビでやってたら見ちゃうっていうぐらいのライトファンまで、興味がある方はチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。では早速、金メダルへの戦略を考えていきましょう。なんでこのテーマで今日お話ししようと思ったかっていうと、一つは世界選手権が正式に開催決定したっていうことがあります。そして二つ目の理由が、ライバルのネイサン・チェンと僅差の戦いになることが予想されるからです。ネイサン・チェンは羽生選手が持っていない4回転フィリップジャンプを持っていますし、おそらく4回転ジャンプの数を一番多くプログラムにね入れてくるだろうと考えられるからです。そしてネイサン・チェンが羽生選手と僅差の得点を出せるのは、完成度の高いクリーンなプログラムを披露した経験が他の選手よりもね多いからなんですよね。ミハイル・コリアダ選手や宇野昌磨選手はプログラムをクリーンに飛んだらかなりの高得点が出て上位に食い込んでくるでしょう。でも羽生選手とネイサン・チェンとの違いは、ここ一番の時に簡単に言うとノーミス以上の演技ができるかどうかっていうことなんですよね。そして今回の話題はノーミスとかそういう次元の話ではありません。本気でやります。そうです。私も本気ですよ。なので羽生選手もネイサン・チェンもノーミスを想定で、その中で結果として金メダルを獲得するために何が必要かっていうことについて徹底的に考えていきます。さて、フィギュアスケートで勝つための戦略とはどのようなものがあるのでしょうか。一番最初に思いつくのは、ショートプログラムで1位に立つというシンプルな戦略です。このためにできることを新ショートプログラムLet Me Entertain You のポテンシャルというこの動画でね語ってますので、よかったらね後で見てみてくださいね。だから今日はその他の視点で金メダル獲得の戦略を考えていきます。ところで私はもともと新体操が好きで、
今フィギュアスケートを観戦しているっていう流れがあるんですけれども、私が新体操を観戦していた時代っていうのが1980年代の後半なんですよね。この頃ってロシアやウクライナ、ベラルーシなんかは全て旧ソ連っていう一つの国家だったんですね。そして1984年ロサンゼルスオリンピックではソ連がボイコットしたり、スポーツと国家がイコールに近い今とは違う時代だったんですね。この時代がいいか悪いかは別として、スポーツを見る上でかなりの面白さはあった時代と言えます。器械体操ではどんどん新しいハイレベルな技が出てきたり、例えば女子の平均台では平均台上で両足踏み切り、1回ひねりをして両足着氷など、ちょっとねすごいなって驚くような技が新しく出てきていたのを覚えています。で、私がね今日話題にしたいのが1988年ソウルオリンピックの新体操なんですね。なんでね新体操って思うかもしれませんが、フィギュアスケートは夏季オリンピック競技の中で一番新体操に近い競技だと思います。採点競技で音楽を表現する陸上のスポーツは新体操だけです。町田達樹さんもよく新体操とフィギュアスケートを芸術スポーツと呼んで話題に出すことも多いですよね。このソウルオリンピックって久々の世界中の国が出場するオリンピックになったんですね。そして新体操はロサンゼルスオリンピックから正式競技になったので、初の世界対決で当時すごく話題になりました。新体操の強い国がブルガリアと旧ソ連だったんですね。で、この2カ国の4名の選手がそれはね過酷な戦いをしてオリンピックに挑んだんです。旧ソ連からマリーナ・ロバチ、アレキサンドラ・ティモシェンコ、ブルガリアからビアンカ・パノバ、アドリアナ・ドナフスカ、この4名の選手は選手個人というよりは国の代表として金メダルを獲得するためのプログラムで練習してきたはずです。この時の4人がどれぐらいすごい4人かっていうと、フィギュアスケートで置き換えてみると、羽生結弦、ネイサン・チェン、前世紀のエフゲニー・プルシェンコ、前世紀のパトリック・チャンが同時にオリンピック金メダルを狙っているみたいなイメージです。誰がね好きかは別として、誰が勝ってもおかしくはないですよね。それくらい熾烈な戦いを制した選手、それが旧ソ連のマリーナ・ロバチです。マリーナ・ロバチは私がねとにかく一番好きな選手、今でも本当に大好きです。もうね言ってみれば一目惚れでした。この選手が勝った理由、それはねポテンシャルの高さっていうのはすごいものがあったんですが、それだけでは勝てません。他の選手だって同じぐらいポテンシャルは高いですからね。ではどうしてロバチがオリンピックで勝てたのか。それは大きく3つの理由があります。1、小さい目標を一つ一つクリアにしていく戦略を続けていた。2、オリンピックを客観視することができていた。3、引き込まれる動きの演技で審判と観客を魅了した。詳しくお話をしていきますね。1の小さい目標を一つ一つクリアにしていく戦略を続けていたっていうのは、オリンピックの後のインタビューでロバチが答えていたことです。オリンピックっていう目標はあまりにも大きいものです。だから大きい目標を達成するためには何が必要なのか考えました。それは1日単位で目標を決めていくっていうやり方です。目標を小さく細かく設定して、その達成をチェックしていくことで1ヶ月後の成長が大きく見込めるっていう方法なんですね。私はねこれを何十年も前に読んだんですけれども、正直何言ってんのか分かりませんでした。だってねそんなことで目標が達成されるのかなってそう思いました。でも今なら分かります。大きな目標を達成するならこの方法しかないのだと。でも羽生選手はこれはすでにできています。だから正直戦略にはなりません。ということで2のオリンピックを客観視することができていた
ということについて考えてみます。ロバチは1987年、ライバル国のブルガリアで開催された世界選手権で勝つことを目標に相当練習を積んできていたようでした。でも結果は惨敗。リボンで落下のミスをするなど4位に終わりました。この時は世界選手権で優勝するっていう覚悟と追い詰められたような責任が伴っていたように見えました。この世界選手権で優勝したのは地元ブルガリアのビアンカ・パノバ。ここで相当脚光を浴びたビアンカ・パノバはオリンピック金メダルの期待が予想以上に降りかかり、ソウルオリンピックの1種目目の棍棒を場外へ落下させてメダルを逃すことになりました。ここで言いたいことは、金メダルを取りたい気持ちから追い詰められてしまうとミスにつながるっていうことです。ブライアン・ウォーさんもね、昔金メダルの期待が相当かかっていて、それで結果がね銀メダルになったみたいなことを読んだことがあります。でも羽生選手に置き換えてみると、この辺もねできてるように思います。オリンピック金メダルを2回も取ってますから、気持ちの入れ具合など誰よりもちょうどよく保つことができるのではないでしょうか。では最後の3、引き込まれる動きの演技で審判と観客を魅了したということについて解説していきましょう。引き込まれると一言で言ってもどういうことなのか分かりづらいと思います。よかったらちょっとねリンクを貼っておきますので、ソウルオリンピックのマリーナ・ロバチの演技をフルでね見てみてくださいね。で、この演技で言えることはこの部分を見ると分かりやすいと思います。これがロバチのソウルオリンピックの演技の一部です。そして角度は違いますが、同じ部分のロバチの演技を完コピしている現在のトップ選手の演技がこれです。かなりの違いを感じませんか？ちなみにこの選手の完コピ演技は演技後にロバチ本人が出てくる本人公認の演技です。多分フィギュアスケートが好きなあなたならわかるでしょうね。この2人の演技の一番大きな差は肩の使い方の違いです。技はうまくコピーできても、つなぎの部分の演技の細かい動きがやっぱり大きく違うんですよね。で、この演技を見て私ひらめいたんです。羽生選手はこの肩の演技っていう部分にもう少し改善の余地があると。もちろん演技は完璧に近いので、改善という言葉を使うのもちょっとねおこがましいところはあるんですけれども、厳しく完璧を求めるならこの部分かなっていうふうに思いました。その肩の使い方っていう視点で羽生選手の天と地とを再度見てみることにしました。するとジャンプのつなぎ部分などでもう少しだけ肩の演技を入れる余地がある部分が何箇所かありました。肩の演技ができている部分は途中止まるとこありますよね。あそこの箇所の直前のね部分です。この肩の演技を入れることはフィギュアスケートとしては難易度が上がることになります。ジャンプのように一目でこれっていう得点にはなりません。しかも肩を大きく動かすことで体のバランスが崩れやすくなります。でもこの肩の演技をすることで審判と観客を魅了することができます。ジャンプをパーフェクトに近い仕上がりで披露するのはベースっていう風になりますが、そこから肩の演技を入れることで確実にライバルに勝つことができるっていうのはロバチがね証明してくれています。もちろんこれはジャンプが完璧にできてなおかつ勝つことを特化したワンランク上の秘策になります。皆さんね様々な演技で引き込まれた経験があると思うんですが、その演技は決まってこの肩の演技を伴っているって言えるんじゃないかなって考えます。例えば先日全日本選手権の宮原知子選手のフリーの演技、本当に素晴らしくて記憶に残る演技となりましたよね。この演技のどこが素晴らしかったのかっていうと、最後のステップシークエンスからスピンのフィニッシュの直前の部分です。この部分を
肩の演技っていう視点で見てみると、やはりよくできていて、スピン中にもこの肩の演技が入っていることがわかります。だから私はね、感動して素晴らしいプログラムだと記憶に残る演技となりました。ジャンプの精度が比較的高い出来ではなかったんですが、大技のない構成の中で 143.27 点と相当高い得点を出すことに成功しています。これは紛れもなく最後の演技部分の成功によるものでしょうね。採点競技の印象っていうのはとても大切で、得点に如実に反映されます。旧ソ連はこのことをおそらくデータですでに分かっていて、それを新体操や機械体操など採点競技に生かしていたんだと推測できます。ちなみにロバチの曲はすべて国の作曲家が選手専用に作ったものです。これ羽生選手と同じですよね。その演技用としての音楽、それも勝つために大切な要素です。羽生選手自身も自分が表現したいことは譲れないと表現について並々ならぬ力の入れようです。フィギュアスケートというスポーツができることを全て成し遂げたいっていう気持ちがあるのでしょうね。ぜひ羽生選手の肩の演技を増やしてね、よりパーフェクトな演技を披露してほしいなっていうふうに思います。ということで今日は羽生結弦選手がストックホルムの2021年世界選手権で金メダルを獲得するための秘策を考えてきました。いかがだったでしょうか。普通だったらジャンプの構成やジャンプの工夫などが秘策っていう風になるんでしょうが、今回は人の心を動かす要素について具体化してお話ししてきました。次回は曲についての動画を作る予定です。また楽しみにご視聴いただければ嬉しいです。この動画が良かったって思う人は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。では最後にプーさんジャージ脱ぎをして終わりにしたいと思います。ひぎえもんでした。さよなら。